2018年3月、番組開始から早1年、オープニングナレーションも48個目。もうネタが尽きたのでやめます。ハライチ岩井、仮面女子月のモア、桜井由紀、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男、木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。前回レーブ三巨頭ユータンが緑のガーディアン臼井に勝利。これで残されたガーディアンは2名。 NEXT battle。 紫のガーディアン降臨、坂口周平。今回坂口が使うデッキはいろいろ考えたんですけど、なんだかんだヘビに戻りました。はい、今まで僕がこのエクストリームゲームであんま使ったことのないパターンのデッキに仕上がってますね。坂口さんって、はい、最後に負けたのいつなんですか？100万取られた回です。でなんなら今回のメンバーって100万取られたメンバーなんで、ちょっと因縁めいたものは感じますよね。今後僕を超えることは無理ですよ。俺でストップかなと。対するユータンはどうですか今日調子は？そうですね、今のところ最高の調子だと思ってます。早いターンで展開できているので、この調子で次のガーディアンも勝ちます。去年5月以来負けなしの坂口か、臼井を倒し波に乗るユータンか。果たしてこのバトルを制すのは？先攻紫のガーディアン坂口周平、後攻レーブ三巨頭ユータンさんです。ゲートオープン、開放。スタートステップコアなしで久しぶりに。はい、ヘビ使い最強のガーディアンですからね。ではネクサスアイランドルート配置、いきなりアイランドルートから配置時の効果でワンドローもらいます。ユータさん赤のデッキでどんどんフィールドを破壊していくので心もとないですけどね。ファーストをセットしてターンとします。はい、ではスタートステップコアステップ。デーブ三巨頭の勝ちはもうユータンさんかかってますからね。そうですね、負けられないですね。ここにユータンさんがガーディアンを3人抜きしたらそれはそれでめちゃくちゃ盛り上がります。かっこいい。今回ネクサスと一気に破壊します。ただエクストリームカードが2枚ありますからね。フェニックギャノン、スタートステップフェニックギャノンでやっぱりネクサスは残しましたね。いや必ずと言ってことを持ってるんですよね、ユータンさん。ちゃんと引くのすごいですよね。シンボルなくしていくの大変ですかね。クリスタニードルでしょうか。はい、クリスタニードル、ゼロコストスタートはやっぱり強いですね。もう一枚3コストの1ゲージ、2コストでアイランドルートを配置します。配置時効果ではフェニックキャノンが出たにもかかわらずもう一枚引いてた。ではアタックステップ入ってアタック研究してますね。3終了で。はい、ではスタートステップ。ユータンさんもコアステップジークブルムノバデッキですからね、相手の手札一気に吹っ飛ばすっていう。ブレイブなのでコスト4としては使います。また出ました、またですよ。なんかさっきも同じ感じじゃなかったですか？はい、ジークブルムノバではアタック時効果が強いんですけど、このままなります自身が回復状態で乗らないと意味がない。はあ。コアステップ降臨時効果だけは発揮するんですけども、フレッシュステップ。それだけでもライフ5点に回復するって強いんですけど、強いですね。そういう意味ではではどうしても除去したい。4コストの2軽減で、知能伝承者三賢者エルキオルをはい、来ましたよ。召喚時効果を使います。これ何めくれるかですね。そうですね、3枚。昨日これです。強気です。出た。強い。強い。これは強い。その中の系統幼者幼者を全部幼者です。全部幼者スピリットオブブレイブを回収。スケールメーターも回収できます。いや、その3枚のめくりは相当強い。これでもし手札の中にチェーン魔導があったら一気に展開できますから、しかもメインステップで。坂口さんって引きめっちゃ強いですよね。本番でめっちゃ強いんです。いつも強いですね。なんでこんな引くんですかね。本人も言ってましたけど。
俺は本番弾けんだよっつって紙引き。5コスト3経験、はい、コストを使用してゼロでも召喚します、召喚時効果で幼女が2体を打って2枚ドローします、で、ドローしたときに、1枚のドローにつき1つコア、はい、とダーク分普通のコアをリザーブに送ります。でこのままアタックステップになります。スタン終了。はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップでバーストをセットします。バースト。おお。高いに。それはやりすぎか。これはやりすぎかって言ったから多分できることかなりあると思いますよ、あの人。逆にいい手札なのかもしれないけど、逆に捨てるのがもったいないのかもしれないです今。4コスト1軽減ダイナドラゴンを召喚します、ブレイブします、ダイナモドラゴンですのでブルムとついていないのでライフ回復する効果はブレイブなので4コストとして扱います、紫紫赤赤ノーコストですね。4コスト4軽減、はい、ダーク軍の場を召喚しま打点を作す。ってきましたね。ではアタックステップ入ります、はい、ダーク軍の場でアタックします。フラッシュあれば空気が重いな。フラッシュタイミング、はい貝貝が出てきた。貝を持っていた。なるほど、それを持ってではたんですね。全て破壊されます。さあ1万5000円がすべてこれで一掃しましたね。なるほど、貝の降臨元としてレオディラムを無理やり召喚してた。なるほどなるほど。こちらフラッシュないです。ないです。いや、コア1個でこれタイムしま全てす。解あーやばい。おユータンさんやばい。これも恐ろしい攻防だな。3コスト1軽減、2コストで戦艦車怪盗コブラを召喚します、お。コアから破壊されなくて4コアですシェンマドのはい降臨元になるという。アタックステップ入ります、ジークフィールド界でアタック、フラッシュないです。ないです。ダブルシンボル。はい、ではライフでいきます。ライフ減少時。はい、アックスあ、やっぱりあれでしたね。ここは開かせなきゃいけないんで。そうですね。1個使わせ踏ないと。むしかない。時バンドロもらいます。はい、バーストあれば。ないです。はい、こちらもないので、はい、じゃあこのままターン終了。はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ブレイクします。はい、トラッシュ確認してもいいですか。まあトラッシュもテスラみたいなもんですからね、紫は。そうですね。スニーカース強いな。ゆうたさんは今何を警戒してるんですか？今とにかくあそこ見てるのはどんな幼者が落ちてるか、シェンマドが降臨した時に何がフィールドに出てくるのか、それ見ながらでないと展開できないんですよ。ダークコスト3として扱います。ライフ1個トラッシュに送ってます。自分のライフを削りました。赤赤なのでそうすることで3コスト1コスト軽6がコスト3に変更されます。なるほど。 1コストおお。ダークブルも召喚します。それでも出すと。ダークウルムをそれでも。ノバの降臨元になりますからね。うん。合体させます。はい。ブルムとついているスピリットに降臨できればライフ5に回復する。創世大重視とデスデモーナを召喚します。デズデモーナも今フィールドにありますが、お互いのスピリットブレイブ召喚時効果とネクサス配置効果を発揮するときにライフのコア4個ボイドに置かなければその効果発揮できません。ライフのコア4個。はい、ではアタックステップ入ってこれターン終了します。はい、スタートステップ、コアステップ、トローステップ、さあ動きます。幼者の使用シェンマドをああシェンマそこドを召喚しましたね。4コストで召喚します。レベル23のアタック時効果がありますからね。このターンの間系統幼者を持つ自分のスピリット全てはブロックされないという効果。これはちょっときついんじゃないのか。とはいえアタックステップ入ります。はい、ノバが乗っちゃうとライフ5点に回復しますから幼者の使用シェンマドでアタック時効果で、このターンの間幼者全ては、相手からブロックされないよう与えます。はい、フラッシュないです。ナイス。レベルいきます。1点。ブロックされないです。フラッシュタイミング。はい。降臨で時空の場に降臨します。持ってましたね、やっぱり。やっぱりコイン。持ってますね。出ましたね。それは素晴らしい。降臨時効果がこれが出したかったんでしょう。降臨したのでトラッシュのコアすべてこのスピリットに置きます。で降臨しました。でブルームとナムツクカに降臨したのでライフが5になるように回復します。はい、うわー。いやー振り出し。ですよもいやだいぶ強い。これはギリギリまで引きつけたのが正解だった。フラッシュあれば。
フラッシュ。はい。さあ動きます。クルブレイトを使用します。はい。これなんと3以下のスピリットのコストでしょうか。はい。お。フラッシュあれば。フラッシュないです。ないです。ライブできます。これでターンとします。はい。はいした。スタートステップ。コアステップ。トロステップ。バーストをセットします。はい。バースト。まあノバのアタック時効果でお互いの手札切っちゃえば。で白赤で4コスト2軽減。はい。2コストでシェパードールを召喚します。シェパードール出ました。ではアタックステップ。はい。アタック。コリン中アタック時間ゲーム中に1回お互いの手札手元を破棄します。はい。手札0なので破棄するものがありません。確認してみます。スーパージェコですね。ですね。はい。本当だ。めっちゃもう3つ持ってましたよ。強このハンデス強い。シェパードールばっかり。シェパードールでしたよね。何を数えてるんだろう。今3シンボルでアタック中ですね。バーストが何やってるかなんですよね。仕方ない。仕方ない。エクストリームカードオープンします。あ、エクストリームカード出ます。エクストリームポイズン。自分は相手の手札を2枚になるように内容を見ないで発揮する。この効果で発揮したカード1枚につき相手のスピリットアルティメットのコア1個を相手のリザーブに置く。またはこのターンの間相手のスピリットアルティメットすべてのレベルコストをプラス2する。でこのまたはの方の効果を使うので、はい、今すべてのスピリットの、はい、ではこれはそのまま消滅されます。なるほど、コストを上げる。でもそれで済んでるから。あ、まだ全然いい全然いい。こちらフラッシュありません。じゃあそのノバのアタックはブロックします。フラッシュあればないです。ないです。いやーでもあれぐらいの効果しか得れなかったか。3点は手札ないっすもんね。そうですね。あれがアレックスだったら手札回復していくんですけど。では構成第10使徒です。デモーナでアタックします。フラッシュないです。フラッシュないです。バスタレバないです。タイムします。スタート。なかった。何なんだ。これでトップドローシェンマドだったらびっくりしますけど。もうエクストリームカードも使って。じゃあメインステップ終了。アタックストップ何もせずターンエンドです。ああ、これは帰ったこれはいったでしょう。スタートステップ。苦しい。コアステップ。ドローステップ。ではメインステップこのままアタックステップに入ります。はい。自分の場でアタックします。はい。アタック時一応破壊対象があるんですが破壊されないので、フラッシュあれば。フラッシュはないです。こちらもないです。フラッシュあればないです。ないです。破壊時バスあればないです。バースト何なんだろう。でこのままアタックステップ終了、エンドステップターン終了です。なるほど。コアステップ、ドローステップ。4コスト、1経験でこれを召喚します。このままメインステップ終了、アタックステップになります。スタートです。ではスタートステップ。はい、そうか。召喚効果は今発揮できないんです。できないんだ。うわー痛い。ドローステップ。これは痛い。デズネモーナがいますからね。これはさすがに万事休ですか。3コスト、2軽減1コスト。コンドライトドラゴンを召喚します。あら。これもきついです。そうですね。ではアタックステップ入ります。時空の場でアタック。はい、アタック時効果2万まで破壊できるのでメルキオルを破壊します。破壊時バスあればないです。フラッシュあればないです。フラッシュないです。ないぐらい。すげえ、あの絶望的な場面からすげえ。ゆうたさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。紫デッキを相手にするにはどういうことを考えてやられてるんですか。そうですね、特に幼者だと横に展開してくるので、はい、こっちも相手の横を投げ払うカードがたくさん入っているのでそれを早く握ろうかなっていうことですね。なるほど、素晴らしい。エクストリームカードを使われてなお勝利ということでおめでとうございます。ありがとうございます。デーブ3巨頭 U ターン。ガーディアン相手に見事2連勝。今エクストリームカード使わせて完
勢いに乗るデーブ三巨頭に立ちはだかる最後のガーディアンは黄色のガーディアン降臨ヤッキー。今回の撮影この番組を見て革命を起こすんでヤッキー強えヤッキーやべえっていう風に多分なると思いますね。そんなヤッキーのキーカードはこのパラストライカーっていうカードなんですけど、自分のアクセル効果発揮後にこのカードを手札からノーコスト召喚できますので、2コストぐらいのアクセルを使用した場合、このカードが手札にあればもう早いターンに出しまして、マットハッターをさらにコリンして、これリロードっていう効果がついてるんでそのままブレイブができますので、ダブルシンボルでアタックして連続回復連続アタックをやってもう早いターンで決めていきたいなと、23ターンぐらいでもしかしたらもう勝負ついちゃうかもしれないですね。しかしこれ自分のが調子につい自分のが降臨します。アタック時効がそうか手札手元を発揮します。ユータンが後攻2ターン目にノバを降臨し手札を全て破棄するとフラッシュタイミング、はい、しかないね。エクストリームマジック、はい、使用します。はい、ヤッキーはエクストリームカードで応戦。しかしユータンの勢いを止めることができず、ではアレックスでアタックします。フラッシュあれば。はい、こちらフラッシュはないです。フラッシュないです。はい、ではレイでいきます。ありがとうございました。できました。はいや。デーブ三巨頭ユータン、番組史上初ガーディアン3立てでキングステージ進出。キングステージ、キングと対決し勝てば賞金100万円。しかしキングと戦えるのはチームの代表者1人だけ。負ければその時点でチャレンジ終了。チームの代表者はもちろん僕が出ます。どうですか今の心境は。いやもう絶対勝つっていう気持ちでいっぱいです。主人公がいる物語は必ずハッピーエンドで終わるんでぜひハッピーエンドを見せてください。今日の引きが最高だと思うのでこのまま一番上まで行ってほしいですね。いやもう信じない理由がないですいやでも本当に最後なんで楽しんでもらいたいです。じゃあ行きましょうか。はい、頑張ってきます。頑張れ。頑張ってきます。頑張ってください。頑張ってくるね。頑張れ。対するはガーディアンを攻略した者だけが戦うことを許される最後の砦、キング降臨シゲオ・キヤマ。やっとね僕もバトスピできるなとちょっと今喜びに打ち震えていますよ。緊張よりも無茶ぶりの方ですね。そんなキング木山が使うデッキはそうですね、僕の使うデッキは攻防一体と言っていいんでしょうか。これでもう防御札ないだろうと見せかけてある。でこれで攻撃はもう目は積んだなと思わせるところからさらに攻撃のスピリットを展開していくなどと相手の意表をつくような、そしてなおかつ僕の運が試されるデッキを用意しました。やはりエクストリームカードを突破してきた挑戦者ですからね、むしろ俄然燃えますよね。そのエクストリームカードを使ったガーディアンを破った挑戦者を僕が破ると、ぜひこれをね見せたいと思いますね。100万円が欲しいですか。なら俺を超えてみなさい。果たしてキングに勝利し結婚資金を獲得できるのか。先攻キング木山、後攻デーブ三巨頭ユータンさん。ゲートオープン開放。では先行。久々のねキング戦でございますけど、これ僕キング戦見るの初めてなんですよ。そうですか。そうなんです。前キング出た時、レジェンドの方がいたので。なるほどね。そうなんですよ。バーストセットします。まずバースト。さあ今日はちょっとねキング戦にはアグケンさんがね解説してもらいますけど。
まずはバーストセットして動かなかったですね。なのでどういったデッキが出てくるか。ゆうたんさんも勢いに乗ってますもんね。ゆうたんさんはね、もうずっと引きですからね。初の4立てね見れるかもしれないですからね。確かに一人で全部キャノンスキッズを召喚します。はい。これはってことはします。今から4枚オープンします。さあオープンして中のその中の氷を持つスピードで1枚手札に加えます。はい、このまま手札に加えます。あ、もう早々に手札に加えましたね。うわ強い強いなこれ強い。で残りのカードは上から1、おでこに汗がちょっとにじんでます2、3の順番で山田の下に戻します。手札4枚です。増えた時バーストされば。手札が増えた時バースト。おっとバースト。西欧ジークフリーデンをああなるほど。ジークフリーデン出ました。召喚時効果発揮します。自分のデッキを上から3枚オープンします。その中の系統、古竜、武装を持つスピリットカードを好きなだけ手札に加えます。武装ですね。あ、もう3枚。あ、やばいやばいやばい。あ、やばい。あかん。3枚とも武装なので3枚とも全て手札に加えこれます。全部手札に。アークレバーコークレーバーアークルで確認どうぞ。素晴らしいですね。これ高校1ターン目でいいですね。序盤の3ドロでかいです。しかもしっかりと。ただグレイスオーダーがなんですかね、アタック時にめくれた方が強いは強いんですよね。手札に来ちゃうよりはアタック時に多分めくるカードが入ってらっしゃると思うんですよ。そういったそのグレイスオーダーでグレイスオーダーみたいな、獅子伸びで獅子伸びみたいな、そういう動きの方が強いは強いんですけどね。ありがとうございます。はい。アクセル1コストダイナモドラゴン。はい。アクセルの声1枚ドローします。はい。ではアタックステップでこれでターンにします。はい。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュメインステップ。番組として100万円ね取られた日にはね。そうですね。だいぶもう僕らのギャラがカットされて、来年も更新してもらえないといなくなるかもしれないですからね。100万円取られたからね。はい。なるほど。さあ何を引いてきたかですね。さあ木山さんだいぶ手札増えましたから、はい。選択肢は多いはず。まあ白ですから防御できる札が結構あるかもしれない。木山さんはどういう戦い方なんですかね。どうなんでしょうね。見たところその白の武装デこのままアッキみタックステップあたいなりますので、西欧ジークフリーデンでアタックします。アタック時効果発揮します。アタック時効果。ブレイブのコストを無視してコスト合計8まで相手のスピリット、アルティメット好きなだけ破壊しますので、はい、スピリットを破壊します。アタック時にも破壊できちゃうんだ。そうですね。あれがあるとメインステップで降臨されてしまうので、あれは処理したいところですね。BP が今バーストがあるか。BP は9000です。9000。場所はないだろうけど手が触れてる。フラッシュないです。こちらフラッシュ。あるな。あるな。何を出していく。フラッシュありません。あるんですけど。お、ないかい。ないでございます。バースはないです。こちらもありません。はい。では単純でよろしいですか。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。アタック部の召喚します。はい。コスト3としては使いません。なので1、2、3、4、5、6コスト。了解です。これは何でしたっけ？ダークブルームが出たってことはあれですね。ライフ減らさないで出したんですね。ライフ減らすとコストを3減らせた状態で。ダークブルーム。ダークブルームか。アタックします。フラッシュあれば。ではフラッシュタイミング。はい。フラッシュ。ソレイユルバンを降臨します。降臨しました。ああ、やばいやばいやばい。降臨時効果を発揮します。はい、相手のスピリットアルティメットを1体デッキの上か下に戻します。はい、ソレイユルバンデッキの下に戻します。はい、誰もデッキの下に。はい。デッキの下に戻りました。こちらフラッシュないです。これでありません。タイにします。はい、ターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドロー。なかなか木山さんね、フィールドにモンスターを出させない。そうですね。やっぱりそこはコントロールされていかれますね。このソレイユルバンは4コストなんですけどダブルシンボルで、まあ降臨してないと確かにアタックはできないんですけど、もう乗っちゃうとやっぱ優秀ですよね。なるほど。防御札としても攻めとしてもダブルシンボルなので使えますし。出されます。はい。2軽減4コスト払ってイグドラシルを召喚します。はい、召喚時効果。次の自分のスタートステップまで系統武装を持つスピリットすべては相手の効果を受けません。イグドラシルですね。走行よりさらに上の効果を受けないという
もうだからばらまいた状態です。今全く効いてない、相手の効果効かないスピリットが2体立ってあ、そうですか。これは強いですね。2点取りに1回1点で抑えるか。これもアタックステップあります、デッキをイグドラシルでアタック、アタック時に手札手元にあるこのスピリットカードはデッキをイグドラシルがアタックした時コストを支払わずに召喚できます、ラグナロクを召喚します、こう考えます。イグドラシルを消滅させてラグナロクを召喚します、ラグナロクの召喚時効果がきます。ライフ減少時バースト踏みたくなかったんですね。このスピリットに置きます。なかったことに下手にライフ減らしちゃうとそれこそ本当に止まってしまうのでアレックスだった場合。そうですね。ではアタックを継続します。フラッシュはないです。ではこちらもありません。では先ほどのバトルを終了してこれでアタックステップさらにラグナロックでアタックします。アタック時効果ターンに1回このスピリットは回復します。そうなんです。回復することもできる。ダブルシンボルアタック。フラッシュないです。こちらもありません。これはこれでライフで受けてバーストメックスでアレックス。やはりさっき正解でしたね。そうですね。悩んだのは1枚ドローします。手札5枚です。手札が増えた時のバーストはありません。いやこれではアタックステップ終了。エンドステップターンエンドです。これだから木山さんのターンだったら勝てるかもしれないね。そうですね。もう次のは入ってるかどうかはあれですけども、では赤のシャツ使うので2コスト1ゲあればですけどね。2コスト支払ってギャンスキッズを召喚します。これでメインで降臨できるようにしました。なるほど。召喚時効果は使用しません。下手に今召喚時で手札増やしちゃってフェンリグなんか踏んだ日にはメモは当たられないので。あら。では赤として扱うので9コスト2軽減7コスト。厳しいですね。アタック分の場を召喚します。これは出た。これは降臨で使う子なんですよ。これを通常召喚してるってことは相当しんどい。しんどいからもう降臨しないともうほぼ効果を持ってない子なんですね。この子は降臨して初めて強さが生きる子なので。ギャンスキッズの相当しんどい展開なんだと思います。打点を減ら投下せるためにってことですね。降臨します。ノバに伸ばす。なるほど。2枚あったんですね。強い。降臨時効果を発揮します。今やるなら素晴らしいです。素晴らしいです。正直もう僕ちょっと今のプレイング見て慣れたなって思っちゃったんですよ。なるほどなるほど。もう自分の好きなカード見せるだけ見せようっていうことかなと思ったらさすがですね。これでもうしっかりコアも回収しましてライフも5まで回収。いや素晴らしい。やばい。いや鳥肌立ちました。かっこいいです。これはすごい。持ってますね。木山さんもこれにはちょっとなっていうリアクションされてますね。いや強いです。マジかって顔。どっちにも効果を受けないんですよね。そうです。持ってかれますよ。5枚ですね。また一層ですね。確定して2万までの破壊ができないので今手札の確認したのはやるしかない。コマの効果は自分も捨てなきゃいけないです。手元手札の今1回やるしかないって。3コスト。手札を捨てる決意をしました。メルトを召喚します。召喚時手札が2枚なのでブレイブ破壊するんですが破壊対象がないので4枚なので2枚ドローします。メルトでメルトドローカードのように使いましたね。そのドローに対してはいそれはどうぞ。やるしかないって言ったら多分そういうことですよね。です。ない。ない。アレックスか。あれマジ。100万円が目前です。もしかしたら。いやもうここまで来たら手震えるわ。メルトで何を取りに行ったかですよね。何が欲しかったのか。8コスト3軽減5コスト1度回を召喚します。出た。回を召喚して召喚時効果発揮します。破壊できなかったのでシンボルが1個追加されます。では回3シンボルでアタックします。フラッシュあれば3シンボル。ノバはレベルが下がっているがもう1枚来る可能性がある。木山さんどうなんだこれ。これはもう本当に木山さんの手札も多いので何かしら処理する手札はあると思うんですけど、あとは残っているコアとフィールドフラッシュじゃない。それよりも降臨します。うわー持ってた。さらにラグナロックに。ラグナロックその際ジークブルームノバをデッキの下に戻します。デッキの下に戻せるんです。変わらないですね。そしてこちら消滅させたのでシンボル1つ。ではブロックができないのでライフで3点もらいます。練習時バーストあれば。めくれない。アレックスじゃない。
ここは多分まあでもアレックスだった場合も多分めくると思うんですけど、現状止めなくても一応理論上は届かなかったですよね、アタックが。そうですね。1点残る計算だったんで、でもこの状態だったらアレックスだったらめくってる気がするんです2軽減1コスト、白の探索者アルセット7を召喚します。召喚時効果使います。めくりに行きました3枚オープンして、その中の降臨を持つカードを手札に加えます。降臨出るか。でブレードガンナーを手札に加えて、これは破棄します。使えるこれ確認します。うわー、これ面白い戦い。もう最近のそのバトスピの環境がそうなんですけど、本当に一気にライフ5点あっても安心できないので、今ゆうたんさんはバーストも張ってないですし。3軽減3コスト。機械重心フェンリク召喚します。フェンディグがここに来ました。本来バーストで出てくることが4シンボル4シンボルもう一つですね。フェンリグはもう一つの効果で天国、闇曜日天国を持ってるんですよね。スピリットかネクサスを手札に戻した時に回復させる。だからネクサスは、まあ、スピリットももちろん戻せますし。こちら2軽減3コストブリゲードガンナーを召喚します。これでフェンリグの効果を発揮しますね。強い。これで回復してだから。ちょっとうわー、やばいっていう顔をついにゆうたんさんが。これで開会されると最悪だ。これでアタックステップ入ります。フェンリグでアタックします。この時、天国を発揮します。相手のスピリット1体かネクサス1つを手札に戻すことができる。そうした時このスピリットを回復します。じっくりと回を手札に戻して回復します。これでポリモトがいなくなったのと同義なんですよ。メルトに1個しか乗ってないので、だからメルトのソロバを使うとメルトが消滅するってことはもうポリモトがないんですよ、この状態。これはちょっと厳しいですね。バーストもないですしね。積んだんじゃないか。そうですね。何持ってらっしゃるか。こちらもありませんですね。赤であれば、アスガルディアとかがあれば、フラッシュがあったとしてもコアがないですもんね。ゆうたんさん、デッキも良いし、デッキもちょっと勝ってきてデッキなので、それにここまでコントロールしてくる木山さん。さすがですね。フェンリグでアタックします。戻すカードがありませんので、このまま疲労状態になりますが、プラスしないです。ありません。今の動きでなかったってことは多分もう持ちじゃないです。5個パンになったので、ここでシェパドル打てればですけど、シェパドル入ってるかどうか、握ってらっしゃるかどうか。プラスしないです。こちらもありません。ソレイユル版ダブルシンボルでアタックします。アタック時フラッシュ。アスガルディア。持ってた。アスガルディア。BP1万2000以下プラス1000で1万3000以下をすべて破壊します。かかりました。いやー大変。あれ木山さんこれどうなる？これは逆に破壊時バーストをします。マジか。今破壊されたスピリットを手札に戻して、ソレイユル版をじゃあ手札に加えて残りは。そしてそうした時、自分の手札にあるブレイブカードが系統武装もスピリット1枚をコストを支払わずに召喚ができるので、グレイソーダを召喚します。グレイソーダ状態出ちゃいますね。ここまでに何かあれば。さらにこいつはあれです。民風でいうアタック継続します。グレイソーダでアタック。アタック時効果2枚オープンします。2枚オープン。アレックスは武装ではなくて召喚できません。バチマンドゲールを召喚します。これは点数足りてますね。プラスしないです。届いちゃいますね。誰でいけます。ありがとうございました。いやすごい。しょうがねえな。相手の引きが強すぎる。引きが強すぎた。いやキングキューマ素晴らしいですよ。ありがとうございます。うわすごいですね。めちゃくちゃ顔に出さないのがすごい。そう。ありがとうございます。でエクストリームカードなしに乗りに乗ったユータンさんを倒すというさすがキングです。ありがとうございます。そしてユータンさん、ちょっとね、いやキングは強かったと思いますけれども。そうですね。強かったです。ち
ちょっと手札弱かったんでキッズ召喚時使わなかったらよかったかな。そうですね、キッズで手札増やしてフリーデンを開かれたところで全部テンポが決まってしまいましたね。なるほどなるほど。そしてちょっとキング今のお気持ちちょっとお聞かせ願えますか。いやこれでボーナスステージとかゼロ勝じゃねえかとここから先はもう言わせねえぞとついにねキングの面目が保たれましたねこれね。そうですね。ということでねゆうたんさんちょっと残念でしたけども、最後じゃあねバビさんにちょっと一言だけいただいてもよろしいですか。最後負けちゃったけどかっこよかったでしょ。いやかっこよかったです。かっこよかったです。はいかっこよかったです。お二人お疲れ様でした。ありがとうございました。レーブ3巨頭惜しくも100万円獲得ならず。ごめんね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 最後まで超かっこよかった。どうでしたゆうたさん。いやキング強かったです。ちょっとフリーレン出されるタイミングでテンポ取られちゃって、そうですね、なんか自分の中で焦っちゃった自分がいました。もうちょっとどっしり構えて戦えればよかったですね。いやでもすごい楽しかったんでよかったです。バイさんどうでしたゆうたさんの戦いは。いやもう世界で一番かっこよかったです本当に。と言われてますけど照れちゃいますね。今回レーブ3巨頭がガーディアンを2人倒したので4月の公認展大会に追加の記念品が配られます。皆さんにゲットのチャンスがありますので公認展へレッツゴー。バトスピニュース。ついにバトスピの新たなるシリーズ新降臨編第1章が4月の21日土曜日に発売予定となります。いや新シリーズ来ましたよついに。今回は X レアとして収録されるグランウォーカーネクサス、こちらのイラスト3種類を紹介します。グランウォーカーネクサスはネクサスの一種なんですが、アポロ、オシリス、アルテミス、神話の神様をモチーフに描かれているんですね。グランウォーカーネクサスは系統を強化するカードでそれぞれの系統のスピリットを召喚することでグランウォーカーにコアを増やすことができ、そのコアを使って強力なフラッシュ効果、さらにはフィールドを有利にコントロールすることができる新たなネクサスなんです。新たなギミックでさらに進化する新降臨編、ぜひ楽しみにしていてください。バトルスピリッツ新降臨編第1章グランウォーカーの鼓動はブースターパック9枚入り270円、自販機ブースター6枚入り200円です。皆さんぜひゲットしてください。最強ジャンプに連載されている漫画バトルスピリッツダブルドライブ6大奇跡編とカラフルファンタジア SD バトスピ放浪伝、それぞれの単行本が4月4日水曜日に発売予定です。はい、こちらで単行本に特別な付録カードついてきますよ。6大奇跡編の付録として市敷正人先生書き下ろしのこちらマスター交流リヒト。はい、かっこいいですね。物語で俊太たちを苦しめたこのカードはコスト2以下のスピリットに降臨し、降臨したターンの間コスト2以下の自分スピリット全てに赤のシンボル1つを追加する。最高ですね。強いですね。速攻系デッキの指針となる強力な効果持っております。さあそして気になるもう1枚カラフルファンタジアの付録として高野敦則先生書き下ろしのドンカラフルファンタジアロロ。はい、こちら主人公ですね。このロロのカードはアタック時にコアを増やしてデッキのエンジンになるだけでなく、手札トラッシュにあるコスト1以下のスピリットをノーコスト召喚できるアクセルも合わせ持っているんです。これね防御札にもなるってことですよね。万能カードということです。2種類のカードどちらも集めて強力な速攻デッキを開発してみてください。次回バトスピエクストリームゲーム新バトル形式リミテッドビルディングバトル開催。制限時間内に限られたカードプールからデッキを3つ作成しバトルを行う。これ普通にそうなの強い。果たして一体どんなバトルが繰り広げられるのか、お楽しみに。